こんにちは、まさみです。4月になったので3月に読んだ本を紹介していきたいと思います。3月は6冊読みました。そのうちの2つがノンフィクションで4冊がフィクションです。読んだ順に紹介していきたいと思います。では1冊目に紹介する本はこちらです。ザ・トール。このザ・トールはシリーズ作品の完結版となっています。1作目はこのサイス、2作目がサンダーヘッド。この2冊は去年読み終わっています。すっごく面白かったので早く読みたいなと思っていて3月にやっと読み終わりました。すっごい面白かったです。ジャンルとしては SF になっていて未来の地球を描いた話です。未来の世界では科学がすっごく進歩していて人が不老不死を手に入れています。事故とか病気とかで心臓が止まってしまって、死んでしまった状態になっても生き返ることができます。また年は取るんですが何回でも自分の希望の年齢まで若返ることができます。しかしそんな世界でも子供は生まれるので人口はどんどん増えてしまいます。そんな時に大切になってくるのがサイスという存在です。サイスっていうのは人間の中から選ばれた人たちでこの人たちは特殊なトレーニングをしたりして、最終的にその試験に受かってやっとサイスになれます。この人たちの仕事は人の命を取ることです。先ほど命がなくなっても生き返ることができると言ったのですが例外が2つあります。1つはサイスに命を狩られた時です。サイスに命を狩られるともう生き返ることができません。こうやって人口が増え続けるのを防いでいます。でもう1個のパターンは体が修復不可能になってしまった場合です。体がほぼなくなってしまったとか、あとは炎に焼かれて灰になってしまったとか、そういう時は生き返ることができません。シリーズを通してサイスの中に、すっごい極悪なやつが出てきます。サイスっていうのは人の命を取ることを仕事としているので、公平な判断が求められます。自分の好き嫌いとかで殺してはいけないし、ただそのサイスの中には人の命をもっと取りたいと思ったりとか、自分の思い通りにしたいっていうような人が増えてきました。そういう派閥ができてきて世界に混乱を招いていきます。で主人公になっているのは、女の子と男の子1人ずつです。この2人はサイスになるために選ばれた2人です。まだ見習いというか1年後のサイスの試験に合格をしたら晴れてサイスになるという感じで、それまでは2人でトレーニングに励みます。この3作を通してその2人の目線でそれぞれ語られていきます。でその物語の編成の仕方もすごい読んでて面白いんですよね。で2作目で実はさっき話したすごく極悪非道な、サイスが出てくるんですが、そいつが世の中をめちゃくちゃにしてこれ終わってたんですよ。なのでこの最終作ザ・トールで繰り広げられている世界はもう本当にぐっちゃぐちゃです。ぐちゃぐちゃの中サイスも普通の人たちも不安を抱えながら生きています。完結の仕方ってすっごく重要じゃないですか。シリーズ作品ってどんなにそれまで楽しんで読んでいても最後がダメだとちょっとがっかりしたりすると思うんですけど、もうこの完結の仕方完璧、納得という感じです。でもこれ以外考えられない。これを読んでしまったら、予想外ではあるんですけどもう本当に納得しました。読んでてもうこれは作り話ではあるんですけど人の中にある悪とか欲とか、それに立ち向かう正義だとか人の中の弱さだとかそういうのがいろいろ出てきて、自分の行動とか今の世界とかいろんなことを考えちゃいました。怖くなります。これは今は現実の世界ではないですが、未来にそうやって人がどんどん寿命が伸びたりとか死ななくなった時に一体どういう世界が繰り広げられるのかなっていうのを考えさせられるような本でした。もうとっても面白いのでもう誰にでもおすすめしたいです。ただちょっと日本語訳が出てないんですよね。なので英語の本に挑戦したいっていう人にはおすすめです。ザ・トールでした。3月2冊目に読んだ本はこちらです。アガサ・クリスティのそして誰もいなくなった。アガサ・クリスティっていうとミステリーの女王なんて言われていますよね。私はミステリー大好きなので
いつか読みたいなと思っていて、この「そして誰もいなくなった」がアガサ・クリスティで読んだ第1作目、最初の作品になっています。最初は有名なやつから読んでみたいなと思って読みました。ページ数もすごい少なくて読みやすかったです。主な登場人物は10人です。でその10人がこのソルジャーアイランドっていうところに招待されて集まります。この10人は顔見知りではありません。それぞれ全然違う環境から集まった10人なんですが、ひょんなことでここにみんなが集まりました。でこのソルジャーアイランドっていうのは、この島自体にはボートとかもなくて外に出ることができません。ただ毎朝、近くの島から、ボートが来て必要な、食料だとか物資を届けてくれます。それ以外は交通手段がありません。ここから出ることができないし、今みたいに携帯電話もありません。なので連絡を取ることも不可能です。そんな島で1人ずつ、殺されていくんですよね。でそして誰もいなくなったっていうぐらいだから、最初いた10人が9人になって8人になって7人になってっていう風になっていきます。この10人はいろんな環境から来た10人なんですが、ある共通点がありました。その共通点っていうのは、それぞれが人を殺したことがあるという共通点です。殺したことがあるといっても、この人たちは罪に問われることはありませんでした。いろいろな方法でその罪から逃れて自分の人生を生きてきた人たちです。そういう人たちが殺されていくんですが、この中で私一番興奮したのが、犯人はこの中にいるみたいなセリフが出てくるんですけど、私が一番最初にそのセリフを聞いたのは金田一少年の事件簿だったんですよ。子供の時に見てた。これがもしかしてオリジナルなのかと思って、そのセリフ出てきた時はちょっと興奮しました。設定的にも金田一少年そんなのありましたよね。なので私これ読みながら結構金田一少年に終始引っ張られちゃいました。面白いは面白いですよね。ミステリー作品って誰が犯人だろうとか、どうやって殺してるんだろうみたいな、そういうのを一緒に物語を読み進めるうちに推理する楽しさっていうのがあると思います。ただ私にはちょっと物足りない感じでしたね。話がすごいうまくまとまりすぎているというか、余計な情報が全然ないんですよ。そこの描写とか人の気持ちとかシンプルすぎて逆に物足りなかったです。ただ余計な説明はいらなくって、物語を素直に楽しみたいとか、そういう人にはとてもおすすめです。もう本当にすぐ読み終わるし、スリルが楽しめて面白いです。最終的に誰が犯人だったのか、動機は何なのか、どうやって殺していったのか、分かった時は衝撃です。私も予想外でした。3冊目に読み終わった本はこちらです。サピエンスです。これ実は2月からずっと読んでます。2月から朝読むようにしていて、3月やっと読み終わりました。すっごい面白かったです。もうこれは全人類に読んでほしいっていうぐらいおすすめの本です。ジャンルとしてはノンフィクションです。もう最初の人類の始まり、ネアンデルタール人みたいな、こういう写真とか出てくるんですけど、こういうところから現在の話に至っています。単純に人の歴史だとか人類のこの進化を説明した本ではなくって、本当に切り口が面白いんですよね。予想外の話の展開を楽しむことができます。学校では習わないようなことがこの中には書かれています。私これを学校の教材とかにした方がいいんじゃないかなって思います。進化してきた歴史とか、社会が今まで歩んできた歴史も書かれているんですが、それと同時に人類がそうやって進化してくる間で今抱えているいろいろな問題も取り上げられています。人種差別だったり、動物の搾取だったり、環境汚染だったり、いろんな問題がこの中で取り上げられているんですが、それを問題として取り上げているというよりは事実を述べられているという感じです。最後の方は人はじゃあ進化を遂げてきて今幸せなのかみたいな話まで出てきて、もう最後の終わり方なんかは SF 読んでるのかなみたいな話の展開で本当に面白かったです。誰が読んでも楽しめると思います。ページ数的にはすごいたくさんあるから、もしかしたら躊躇する人がいるかもしれないし、実際私も 1,2 年躊躇してました。読むのもっと早く読めばよかったって今後悔してます。すっごいおすすめです。4冊目に読み終わった本はこちらです。ザ・グレート・ギャッツビー。
もうクラシックっていうぐらい昔からある本なので、タイトル聞いたことある人はたくさんいると思うし、読んだことある人もたくさんいるかもしれません。私は今回初めて読んだし、内容を全然知らないで読み始めました。有名でおすすめしてる人もたくさんいるので、どんな話なんだろうってワクワクしながら読みました。実はこれギャッツビーってタイトルには出ていますが、ギャッツビーは主人公ではありません。主人公はニックっていうギャッツビーの隣に住んでいる男の人です。ギャッツビーはもう大金持ちです。ニックの隣にあるのはもうすごい豪邸なんですよね。で、毎日パーティーを開いているようなそんな感じです。何人か主要な人物出てくるんですけど、主人公のニック、それからその隣に住む大金持ちのギャッツビー、そして、デイジーっていう女の人が出てきます。で、デイジーっていう女の人はこの主人公のニックの、はとこになります。ギャッツビーとデイジーは昔出会っていて、恋仲だったんですよね、その時に。その後別れてデイジーは違う人と結婚しています。その後もギャッツビーはデイジーのことは忘れられずに愛し続けていました。ギャッツビーの思いっていうのはすっごく純粋で、デイジーに再び愛してもらうためというか、再び一緒になるためにいろんな手を尽くして、今の大金持ちになったという感じです。正直私はあんまり合わなかったです。なんかジャンルとしても私はこう物語が大きく動くようなミステリーとかファンタジーとかを割と日常的に好んで読んでいるので、この物語の展開が若干物足りなかったのと、あとは時代の背景、1900年代前半のアメリカの話なんですが、その時代背景的にも、私がよく分かっていなかったとか、その時代にあまり興味がないっていうのも多分あって、私には合わなかったかな。5冊目に読み終わった本はこちらです。ザ・バニシング・ハーフ。著者はブリット・ベネットです。この本去年すっごい話題になってた本で、私も読んでなんかその話題になってたのが分かりました。面白かったです。おすすめです。どういう話かっていうと、双子の姉妹を追った話になっています。その双子の姉妹は16歳まで黒人コミュニティで育つのですが、16歳の時に誰にも告げずに、親にも告げずにコミュニティを後にします。で、十何年が経って姉妹のうちの一人はそこに結局戻ってきます。戻ってきた時に娘を連れているんですよね。で、その娘は黒人の娘でした。一方もう一人の双子は故郷に戻ることなく、また別の人生を歩んでいます。白人として、自分を偽って白人の夫と出会って結婚して白人の娘を設けてという感じです。で、今までずっと一緒に暮らしてきた双子が、別々の道を歩むことになってっていう話になるんですが、今の話を聞いて日本人には馴染みがないというか不思議に思った人いると思うんですよね。なんで双子の姉妹でなんか一人は黒人コミュニティに真っ黒な黒人の娘を連れて戻って、もう一人は白人として暮らしているんだっていう。これは1900年代中頃のアメリカを舞台にした話になっています。その時のアメリカでは黒人とあと白人の生き方っていうのは全く違うものでした。で、その黒人っていう言葉一つとっても、その黒人の血がちょっとでも入っていると、黒人もしくはカラード、有色人種みたいな感じで、黒人として生きることになります。双子の姉妹が育ったコミュニティっていうのが黒人コミュニティではあるんですが、ちょっと特殊になっていて、黒人は黒人でも色の薄い人たち、中には白人と見た目が全然変わらない人もいて、双子の姉妹は白人に間違われることもあるくらい肌の色が薄い黒人という感じでした。なので、その白人として生きた姉妹のうちの一人は、白人として、自分の人種を偽ってというか生きて、自分の過去とかを全て隠して生きることになります。なんか興味深いですよね。私そういう時代背景とか全然知らなかったので、この物語を通して知れてすごい興味深かったです。話だけ聞くとなんか暗い話みたいな感じに聞こえるんですけど、そういうわけでもありません。またその物語はそういう問題点に焦点を当てた話ではなくって、物語の中心はあくまで人なんですよ。家族とか、姉妹とか人に焦点が当てられていて、そういうのがすごくあったかかったりとか、あと人の微妙なその心が現れている作品に
なります。なんかうまく言い表せないんですけど、なんかいろんな要素が詰まっていて、とってもなんか面白かったです。人って複雑な生き物じゃないですか。愛していても憎むことがあったりとか、憎んでも憎みきれなくってまだちょっと愛していることがあったりとか、なんかそういう人のこの微妙な心の揺れ具合とかをなんかうまく表していると思います。双子自体も結構特殊ですよね。兄弟とか親子とは違う特別な絆みたいなのがあるのかなって思うんですけど、なんかそういうのも知ることができます。本当に傑作というか面白いです。ただこの本も日本語訳が出ていなくって、出ればいいなと思うんですけど出ていないので、英語の本に挑戦したい方、英語の本を普段読んでいる方にはぜひ読んでもらいたい一冊です。最後6冊目に紹介する本はこちらです。 Getting Things Done。 日本語では初めての GTD っていうタイトルで出てるんですけど、 GTD っていうのはこの頭文字を取っています。 GTD。 この GTD について、 GTD のやり方について書かれた本です。ノンフィクションです。効率的にその人生を生きるための方法が書かれた本になっています。なんかそれだけ聞くと、よくある本、どうやって朝を過ごして、なるべく大事なことを初めにやってみたいな、なんかそういうことを思いつくかもしれませんが、これはなんかね一味違っていて、これも面白かったです。実はこれ3月の間に2回読みました。1回読んで、もう1回再読をして線を引いたりして、私なりに情報をこんな感じで情報を整理した感じです。で、何が面白かったかっていうと、例えば懐中電灯があったとして、その懐中電灯の電池が切れてしまって、今度買わなきゃなってふと思ったとしますよね。ふと思っても実際に例えばスーパーに行ったりとか、電池が目の前にあったりとかしても思い出さないんですよ。で、次に思い出す時はいつかっていうと、懐中電灯を使った時ですよね。そうだ、なかったんだ、買うの忘れたなとか、あとは全然違う場所に行ってふと思い出したりすることあるじゃないですか。で、そういう情報も全て含めて頭の中には常にある状態なんですが、それを私たちは自由に取り出すことができません。で、どうやってその大事な情報を大事な時に思い出すか、大事な時にするのか、その方法が書かれています。頭の中に全て残してそれを引き出すことができないから、頭の中じゃないところに出して整理しておこうっていう感じのことになっています。どうやってそれらを効率的に完璧に管理するかみたいな話になっています。この GTD っていうやり方は日々忙しい人、仕事とかで忙しい人以外にも使えるやり方になっています。仕事をしていなかったり、もしくは学生だったり、いろんな人が活用できる方法です。で、この本の中に書かれているんですが、完璧にやろうと思うと、何年かかかるって言うんですよね。ただこれ完璧にこなせるようになると、確かにいつでも頭の中がすっきりしていて、人生の生き方が変わるのかなっていう風に感じました。実際に私も少しずつ始めたいなって思っているところです。以上が3月に読んだ6冊でした。6冊の中の特に1冊おすすめの本はこちらです。サピエンスです。もうこれは本当に一人でも多くの人に読んでほしいです。本って人によって、好みがあったりすると思うんですけど、これはそのジャンルとか好みに左右されません。もうとにかく読んでみてください。はい、おすすめです。ではこれで3月に読んだ本の紹介は終わりにします。最後まで見ていただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。